こんにちは。ゼロから行政書士第2回です。前回は行政書士試験の全体像を確認しました。今日からは本編に入り、基礎法学の第一歩を学びます。テーマは法の分類です。法をいくつかの切り口で整理していきます。分類を知ると、この先の行政法や民法がぐっと理解しやすくなります。法にはたくさんの種類があります。そのため、性質ごとに分類して整理すると理解しやすくなります。今日は代表的な4つの切り口を順番に見ていきます。公法と私法、一般法と特別法、実体法と手続法、成分法と不分法です。一つずつ具体例とともに確認していきましょう。一つ目の切り口は公法と私法です。公法は国や地方公共団体と国民との関係を規律する法です。私法は私人同士、つまり対等な個人や会社の関係を定める法です。どこで線を引くかについては、実はいくつかの考え方があります。国家が権力を持って関わる関係が公法と大まかにイメージしましょう。例えば、税金を課したり、許可を出したりする関係は公法です。一方、売買や貸し借りのような対等な関係は私法にあたります。試験対策としては、まずこのイメージをつかめば十分です。具体例で見てみましょう。公法の代表は憲法、行政法、刑法などです。私法の代表は民法や商法です。また、労働法のように公法と私法の両方の性質を持つ分野もあります。行政書士試験では、行政法という公法が大きな比重を占めます。二つ目の切り口は、一般法と特別法です。一般法は、広く一般的に適用される法です。特別法は、特定の人や場面にだけ適用される法です。ここで大切な原則があります。特別法は、一般法に優先して適用されます。同じ事柄に両方が定められていれば、まず特別法を見るということです。特別法は特定の場面に合わせてより細かくルールを定めているからです。この考え方は行政書士試験のあらゆる科目で使う大事な武器になります。関係を例で確認しましょう。例えば民法と商法では商法が特別法にあたります。会社同士の取引なら、まず商法のルールが優先されます。また、民法と借地借家法では、借地借家法が特別法にあたります。この一般法と特別法の関係はいろいろな場面で登場します。三つ目の切り口は、実体法と手続法です。実体法は、どんな権利や義務があるか、その内容を定める法です。手続法は、その権利や義務を実際に実現する手続を定める法です。例えば、お金を貸したら返してもらえると定めるのが実体法です。返してくれないときに裁判で回収する道筋を定めるのが手続法です。どんなに立派な権利があっても、実現する手続がなければ絵に描いた餅です。だからこそ、実体法と手続法は両方揃って初めて機能します。例を見てみましょう。実体法の代表は民法や刑法です。手続法の代表は民事訴訟法や刑事訴訟法です。行政の分野では行政手続法や行政不服審査法が手続法にあたります。これらは行政法を学ぶ上で後ほど詳しく扱います。四つ目の切り口は成文法と不文法です。成文法は条文という文章の形で定められた法です。不文法は文章の形を取らずに認められる法です。日本は成文法を中心とする国です。とはいえ、不文法にも一定の役割があります。成文法の種類を見ておきましょう。まず、国の最高法規である憲法があります。次に、国会が定める法律があります。
国民の代表が作るルールです。その法律を実施するために内閣などが定めるのが命令です。さらに、地方公共団体が定める条例や国家間で結ぶ条約もあります。これらの間には効力の上下関係があります。詳しくは次回学びます。不文法にもいくつかの種類があります。一つ目は慣習法で、社会の慣習が法として認められたものです。二つ目は判例法で積み重ねられた裁判所の判断を指します。三つ目は条理で、物事の道理そのものを言います。特に判例法は実務でとても大きな影響力を持っています。正文法に定めがない場面を補う役割をこれらが担います。最後になぜ分類を学ぶのかを確認します。分類を知ると科目同士のつながりが見えてきます。特別法が一般法に優先するといった基本原則も自然に身につきます。その結果、行政法や民法の学習がぐっと早く進むようになります。今日の分類は、この先繰り返し出てくる共通の言葉です。土台となる考え方なので、しっかり押さえておきましょう。ここで今日のクイズです。一般法と特別法の関係として正しいものはどれでしょうか？ A は一般法が特別法に優先して適用される。B は特別法が一般法に優先して適用される。C はどちらを適用するかは常に自由に選べる。少し考えてみてください。正解は B の特別法が一般法に優先して適用されるです。同じ事柄に定めがあれば、まず特別法を確認すると覚えましょう。今日のまとめです。法は公法と私法、一般法と特別法という切り口で分けられます。さらに、実体法と手続法、正文法と不文法という分け方もあります。中でも、特別法は一般法に優先するという原則が特に重要です。この4つの分類がこれからの学習の土台になります。次回は基礎法学の第2回です。法の効力と解釈を学びます。公布と思考の違いや不定の母与の原則、そして法の解釈の仕方を整理します。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは次回またお会いしましょう。